夜になると店の軒先に現れる少女。髪がボサボサで痩せっぽっちの女の子に、俺は家族は心配してないの？大丈夫？と尋ねてみる。しかし彼女は家には誰もいないからとそう言うのだ。その顔は暗く悲しみにあふれている。この少女が後に家族の一員になるだなんて、この時の俺は思ってもみなかった。俺の名は斉藤誠。商店街の隅で本屋を経営している33歳だ。ありがとうございました、と本を客に渡す。外を見ると辺りは暗く、商店街は閑散としていた。周囲の店はすでにシャッターを下ろしているところが多いけれど、うちはまだ閉店時間ではない。昨今ではスマートフォンが普及し、紙の本を求める人はめっきり減ってしまった。それに加え、若者の活字離れも深刻で、どの書店でも売り上げはいまいちだという。うちのような個人店は経営が厳しく、夜遅くまで営業して何とかつなげている状態だ。サラリーマンや OL、学生、月刊誌や週刊誌を求めて遅くにやってくる客層がうちのメインだったりする。もしかしたらこの商店街の中で一番遅くまで営業している店かもしれない。俺は空っぽになった胃袋がキューッと泣く腹をさすった。さて、もう一踏ん張りだ。閉店まであと少し。店舗の2階からほのかに香るカレーの匂い。うちは1階が店舗で2階が居住スペースになっていて、妻である美香が晩ご飯を作って待ってくれていた。今日はカレーよ、と美香が言っていたのを思い出す。俺はまた鳴り出す腹の虫を抑えながら外を見た。おや？店の外にも本棚を置いていて、雑誌などをディスプレイしているのだが、その端に黒い影を見つけ、俺は目を凝らす。小さな黒い影は小さなラックのところで揺らめいていた。ああ、今日も来てたのか。最近夜になるとボサボサの髪の毛をした痩せっぽっちの少女が現れるのだ。少女は自分で髪の毛を結っているのか、一本に束ねた髪はところどころ跳ねて、結っているとは言えない感じになってしまっている。そしてガリガリとまではいかないが、細い体は不健康そうに見えて、なんとなく悲壮感を醸し出していた。そんないでたちだったから、彼女が来ると気になって仕方なくなってしまうのだ。しかし少女は俺が近づくと、それまで熱心に見ていた本を置き、逃げていってしまう。俺が外に出た瞬間、やはり彼女はこちらを警戒するように身を固めた。やっぱり無理か。少女には聞きたいことがたくさんあった。どこから来たのか。こんな遅くまで外にいて、ご両親は心配しないのか。別に補導しようとは思わないけれど、いろいろ心配になる。俺が黙っていると、これ以上近づかないと思ったのか、少女はまた本を読み始めた。よく見ればそれは雑誌で、おや？と俺は思う。それは主婦向けの雑誌で、主に料理などが特集されているのだ。少女は愛おしそうに雑誌を眺めている。何に興味を持っているのだろう。そう思っていると、少女の腹が大きくクーッと鳴いた。お嬢ちゃん、お腹空いているの？ちょっと距離を空けつつだが、俺は少女の隣にしゃがんだ。少女はびくりとしたが、開いているそのページに美味しそうなカレーの記事があるのを見つけたので、カレーが好きなの？と尋ねてみる。すると少女はおずおずとうなずいた。そういえば今日の晩ご飯はカレーだ。ミカのカレーは美味しいし、
きっとこの子も喜ぶのではないかと思った。ミカも小さなお客さんを歓迎してくれるに違いない。そう思った俺は、今日の晩ご飯はカレーなんだ。もしよかったらカレーを一緒に食べない？と少女に言ってみた。少女は目を丸くするも、かなりの勢いで首を縦に振る。どうやらかなりお腹が空いているらしい。気づけば店の閉店時間。俺は少女を店内に招き入れると、表に出ている棚や本を店内に片付ける。そうしてシャッターを下ろし、電気を消して、少女と2階の居住スペースへと向かう。妻の美香は少女を見て驚いていたが、かわいいお客さんねとすぐに快く迎えてくれた。少女をダイニングの椅子に座らせると、真っ白な皿にたくさん盛ったカレーを彼女の前に置く。少女は目をキラキラとさせている。どうぞ召し上がれ。ミカがそう言うと、少女はすぐに食べ始めた。よほどお腹が空いていたのか、少し多めの量だったにもかかわらず、少女はペロリと完食。今までだんまりだった少女が、ごちそうさまでしたと小さく言う。俺とミカは顔を見合わせ、そうしてよかったと微笑む。少女に彼女自身のことを聞いてみる。すると、名を岡田ゆりということ。そして小学1年生だということを教えてくれた。俺は、家族は心配してない？大丈夫？と尋ねてみる。しかしゆりちゃんは、家には誰もいないからとそう言うのだ。その顔は暗い。何か訳ありであることを悟った俺たちは、ゆりちゃんを家でもてなした。ミカはデザートだと言ってゆりちゃんにアイスを食べさせると、どうせだからとお風呂に入れる。ボサボサの頭をすっきりとさせ、櫛で溶かしながらドライヤーを当てた。ゆりちゃんはミカにされるがままだったが、リビングの本棚にある絵本を見つけると、これうちにもあると声を上げる。そうなの？うん。ね、この本読んで。ゆりちゃんは目をキラキラさせながらミカにそうせがんだ。ミカは目を瞬かせるも、嬉しそうにその絵本を手に取り、ページをめくった。俺は楽しそうにしている二人を眺める。俺たち夫婦には子供がいない。新しい家族を望んでいたのだが、俺たちのもとにコウノトリはやってこなかった。この絵本は子供ができたら読んであげたいとミカが揃えたクマ家族の物語。しかし読み聞かせをする機会はついに訪れず、本棚で眠っていたものだった。ほのぼのとしたクマの家族が過ごす日常を描いた絵本は、心が澄んで穏やかになるようなストーリーだ。ミカは嬉しそうに読み聞かせをしている。子供ができなくて一番辛かったのはミカだった。彼女は子供ができたらといつも夢見て、いろいろな希望を持っていた。それが叶わぬものだと悟ったミカは気丈に振る舞っていたが、内心とても傷ついていたのを知っている。だからゆりちゃんに読み聞かせをしているミカの顔がとても穏やかで幸せそうなのを見て、俺まで幸せな気持ちになった。いつになく幸福な雰囲気が家を満たし、ゆりちゃんが寝入ってしまうまでミカの読み聞かせは続いた。寝ちゃったね。疲れてたんでしょうね。ミカはゆりちゃんの髪を撫で、タオルケットをかけてあげた。俺はさてと立ち上がり、どうしようかと顎に手を当てる。健やかな寝息を立てるこの子をこのまま寝かせておいてあげたいのは山々だが、そういうわけにはいかないだろう。きっと心配している人がいるはずだと俺は首をかしげる。
ミカはそうねと名残惜しそうにゆりちゃんを見た。起こすしかないかな。こんなに幸せそうに寝ているのに起こしてしまうのはかわいそうな気もして、俺が戸惑っているとミカがあらっと言って振り返った。ゆりちゃんが持っていたポシェットのキーホルダーに電話番号が書かれているとミカは言う。俺はとりあえずその電話番号に電話をかけてみることにした。しかし電話をしてみるも留守のようで電話に出ない。留守番電話にメッセージを残し、その日はゆりちゃんを預かったまま就寝することにした。翌日、俺が目を覚ますと、ミカが目を覚ましたゆりちゃんに身支度をさせているところだった。ミカはゆりちゃんの髪を櫛で解き、飾りのついたゴムでポニーテールにしてあげている。そのゴムはミカのお気に入りのものだった。ゆりちゃんは鏡でそれを見るととても喜んだ。ミカもにっこりと笑って、さあ朝ごはんにしましょうとそう言って立ち上がった。ゆりちゃんはミカに懐いてキッチンで朝ごはんの支度をするミカを手伝った。その様子はまるで本物の親子のようだ。そういえばと俺は思い出す。ミカがもし女の子が生まれたら髪の毛をいろいろ可愛く結ってあげたいと楽しそうに言っていたことを。ゆりちゃんはキッチンからダイニングテーブルに皿を運ぶと、リビングの姿見に映る自分を見てポニーテールを揺らし喜んでいる。微笑ましい姿に俺は自分が娘を望んでいた気持ちまで思い出す。ゆりちゃんの存在はいろいろな感情を呼び覚まし、俺たち夫婦に問いかけるようだった。朝ごはんを食べていると玄関のチャイムが鳴る。インターフォンを見ると一人の女性が外に立っているではないか。俺がどなたですかと尋ねると、ゆりのおばです。申し訳ありませんという。朝ごはんを食べる前にゆりちゃんのおばという人から俺のスマホに電話が来ていた。昨日の留守電を聞いて慌てて電話をかけてきたのだ。俺はゆりちゃんが無事なこと、これから朝ごはんを食べさせることを伝える。するとゆりちゃんのおばは、これから迎えに行くので住所を教えてほしいというので、彼女に住所を伝えておいたのだ。扉を開けてゆりちゃんのおばを家にあげると、彼女からいろいろゆりちゃんについての事情を聞いた。ご迷惑をおかけして本当にすみません。ゆりを一晩泊めていただいて。電話に気がついたのが明け方で、本当に申し訳ありませんとおばが頭を下げた。俺はいえいえと首を横に振る。ゆりちゃんと楽しく過ごせたことを考えれば不満はなかった。ただゆりちゃんについて気になることがあったので、失礼を承知で、家に誰もいないと言っていたのですがと尋ねてみた。おばである女性は小さく息を吐くと、それについては申し訳なく思っているとつぶやく。どうやらゆりちゃんの両親は離婚しているらしく、母親が親権を持ったらしい。しかし彼女の妹であるゆりちゃんの母親は重い病にかかっており、病院に入院しているとのことだ。妹に代わってゆりちゃんを育てているおばは独身のキャリアウーマン。起業し様々な事業を展開しているらしく、深夜まで仕事をしているのだそうだ。まさか夜にマンションを抜け出しているとは思わず、申し訳ありません。ゆりちゃんはおばのいない時間にマンションを抜け出していたらしい。普段はおとなしく聞き分けのいい子なのだそうだ。手のかからない子で、幼いながら自分のことは自分でできる子だったという。おばがいなくても家政婦が作った食事を食べ、宿題や学校の準備をし、一人で風呂に入る。深夜
おばが帰宅すると自室でちゃんと就寝しているような絵に描いたようないい子だった。そんな子だったから俺の入れた留守電を聞き大層驚いたらしい。そうだったんですか。はい。今後はこのようなことのないようにしっかり言い聞かせます。いえ、うちはゆりちゃんが来てくれてとても楽しかったので。子宝に恵まれなかった俺たちにとってゆりちゃんの存在は温かいものだった。だからゆりちゃんがおばと帰っていく時もまたおいでねと声をかける。ミカもいつでも来ていいからねと名残惜しそうに手を振った。二人が帰っていくと俺たちはソファーに座り、はーっと小さく息を吐く。これで一件落着かな。そんなことを言ったが、俺はゆりちゃんが気になって仕方がなかった。それはミカも一緒だったようだ。だから翌日、ゆりちゃんがまた現れた時、ある覚悟が生まれてしまったのである。ゆりちゃんはうちの店に入ると、悲しそうな顔をして俺に近づいてくる。そうして、また来てよかったんだよね、と首をかしげる。俺は、いいんだよ、いらっしゃい。よく来たね、と穏やかに声をかけた。内心驚いていたが、動揺を見せてしまったら、ゆりちゃんが傷ついてしまうような、そんな気がしたのだ。ミカもそんなゆりちゃんを温かく歓迎した。やはり自分で言っているのか、髪の毛がボサボサだ。ミカは、きれいにしてあげましょうね、と言って、ゆりちゃんの髪の毛を結い直してあげる。ねえねえ、今日も絵本を読んでほしいの。いいわよ。髪の毛も今日は三つ編みにしてあげましょうね。わーい。ゆりちゃんは嬉しそうにニコニコしていたが、どんどん表情が曇っていく。そうしてぽつりと、おばさんの家には絵本がないし、髪の毛も結ってくれない。ゆり、寂しいとそうつぶやいた。おばさんはよくしてくれるけれど、もっと構ってほしい。多忙なのは分かっていても、寂しくて仕方がないのだとそう訴えた。その悲しそうな姿に心を打たれたミカ。ゆりちゃんを里子にしたい、とそう言い始めた。そうして俺に懇願するのだ。彼女の寂しい気持ちは俺も感じていたことだ。俺たちは覚悟を決め、里親登録をすることに決める。様々な審査を得て、おばさんとも話し合った結果、俺たち夫婦はゆりちゃんを里子として迎えることが決まった。ミカは毎日温かい料理を作り、子供が喜ぶようなメニューが増えた。そして寝る前には絵本を読み聞かせ、学校に行く前には髪の毛を可愛くきれいに結ってやる。休日はあまり出かけなかったミカだったが、ゆりちゃんと暮らすようになって、ショッピングや散歩に出かけることが多くなった。商店街の雑貨店でゆりちゃんと髪飾りを見たり、書店で絵本を選んだりするのが休日の楽しみになったようだ。俺はそんな二人を支えるべく、今まで以上必死に働く。昔のように闇雲に営業時間を延ばすというよりも、もっと具体的でお客さんが喜んでくれるようなサービスを考えるようになった。ゆりちゃんが好きな絵本、子供が喜ぶような絵本をチョイスしてコーナーを大きくする。自分でポップを作り、ゆりちゃんの感想、子供目線の感想をつけるようにすると、今まで店に来なかったような主婦層がお店に来るようになった。絵本の充実した子供目線に立った店としてうちは評判になったのだ。ミカも最近ではヘアゴムを手作りするようになり、店の片隅でハンドメイド作品として販売している。意外にも好評で、ネットで販売するのも始めたようだ。そんな変化をもたらしてくれたのはゆりちゃんだった。そうして5年の月日が流れる。
俺たち家族はゆりちゃんの本当の母親であるかなこさんの病室にお見舞いに訪れていた。ゆりちゃんの里親になってからかなこさんとは密に連絡を取り合っている。かなこさんはゆりちゃんにこれ読んでねと一冊の絵本を渡した。その絵本を見てえっと声を上げ、ゆりちゃんは目を丸くする。それはゆりちゃんが大好きだった熊の家族の絵本だった。実を言うとかなこさんはこの絵本の作者であり絵本作家だったのである。けれどゆりちゃんはそれを知らなかった。ゆりちゃんが物心ついた頃に病状が悪化し入院。ゆりちゃんはかなこさんが絵本を描いている姿を見たことがない。俺が一人でお見舞いに来た時にゆりちゃんの好きな絵本をかなこさんに言ったことで判明し、最終話を心待ちにしているということをかなこさんは知った。体調のせいでずっと描けていなかった最終話をかなこさんはゆりちゃんのために仕上げたのだ。かなこさんは俺たちへの感謝の気持ちとゆりちゃんへの希望を最終話に込めたのだという。熊の子供がいろんな大人たちに見守られ成長し自分の道を切り開いていくというストーリー。ゆりちゃんはとても感動したようで涙を流している。そしてママが描いた絵本だったんだね、私嬉しいとそう言った。帰り際にかなこさんはこれからも体力が続く限り絵本を描いていきます、それが私にできる唯一のことですからと言い、ゆりを喜ばせてあげられる絵本。ママはこれからもゆりのために絵本を描くからねと微笑んだ。そうして本当にありがとうございますと俺たちに頭を下げる。私は利き腕がしびれてしまって今は利き腕でない方で描いているんです。ゆりは髪の毛を可愛く言うのが好きだったけれど私はもう言ってあげられない。ミカさんありがとう。もう一人の母親になってくれて本当にありがとう。ミカは目に涙をためている。かなこさんの目にも涙が光った。二人の母親はその思いを共有するように静かにうなずき合ったのだ。それからしばらくしてゆりちゃんが私絵本作家になりたいのとそういうようになった。俺たちはそれを喜んだ。俺はゆりちゃんを立派に育て上げ、その夢が叶うようこれからも支援、そして応援をしていこうと思う。そしてこれからも親子として絆を深め合っていこうと思うのだ。